世界中の新しいデザインが注目されるようなそういうイベント、東京デザインプレミアに、ジェトロも協賛する形で参加をしました。この展示会は本当に魅力的で、集客人数も一番多かったですし、今をときめくチームラボの猪子さんが、当時はわけのわからない風天のお兄ちゃんみたいなのがふらっと現れて、多分そのミラノのイベントって猪子さんの海外デビューだったんじゃないかと思うんですけどもね、何言ってかわかんないような話をされてですね、大丈夫かこいつって思ってたんですけども、画像を見た瞬間に私はもう度肝が抜かれたっていうか、いやこれだと。でチームラボも随分伝統的なね、それこそハネクラニアにしてもそうですけども、海外の人が見るとすごく和を感じるのかもしれないですけども、日本人が見る限りにおいて和だけでどっぷりいってるっていう感じではないっていうところが、ミラノサノーレっていう大きな家具の展示会の場外でやる東京デザインプレミアという世界中の新しいデザインが注目されるようなそういうイベントというかインスタレーションで、その中で一番注目を集めるパビリオンでスーパースタジオピューっていうところでデザインアソシエーションが主催をした東京デザインプレミアに、ジェトロも協賛する形で参加をしました。でこの展示会は本当に魅力的で、何をやってたかというと、中でですね、例えば森ビルさんが、港区のミニチュアって言って、61m×58m のすごいでっかいミニチュアを真ん中にドンと置くとか、それから今をときめくチームラボの猪子さんが花くれないという鳥獣戯画を 3D 化して、横長のすごい長い画面で流すとかっていうようなビジュアルを出したり、それ以外にも若手のインダストリーあるいはグラフィックのデザイナーさんのものを展示したり、日本の、大企業中心だったんですけれどもデザイン性の高いものを並べたりって言って、何より長谷川酒店さんがですね、日本酒を振る舞うって言って、これすごく集客力があったんですけれども、昼間から日本酒をちょろっとこう飲んじゃったりするというようなこともやってですね、大変人気があるパビリオンになりました。で協賛したからっていうわけじゃないんですけれども、集客人数も一番多かったですし、私は何より嬉しかったのは、たまたまジェトロがファッションのプロモーションでミラノにリテインをするっていうか お願いをして仕事をしてもらってた、すごくミラノ長く在住されてる日本人の女性が、最近日本人でいること自体あまり楽しくないというか、楽観的になれないというか、楽しいことがなかったんだけれども、この東京デザインプレミアを見て日本人でいることを誇らしく思ったって言ってくれたんですよね。でそれは本当に嬉しくて、その入り口に一番大きなもう本当に入り口全体にですね、バカボンドの武蔵と小次郎の対決シーンって刀を振り上げて今にも切りつけるようなそのシーンを、まさにそのキャッチーなデザインとして置こうと川崎さんが言い出しまして、で私はその担当課長としてこれダメだと、殺し合いのシーンをキービジュアルに置くなんていうのは協賛者としてはもうありえないって言って対立をしまして、で今ともなれば本当に残念なんですけれども、そのキービジュアルが載ってるところにはジェトロの名前を絶対に載せないって言って載せなかったんですよね。ところが現地に行ってみてそれを見ると、うわこれ最高と思いまして、なんでここにジェトロの名前載っけなかったんだろうというのは未だに後悔をしていますが、いずれにしてもその乗っける乗っけないは別にして、そのイベントがすごく成功したっていうことは私自身本当にいい思い出になってますし、その縁がご縁がいまだに続いてるっていうところではあります。侍というのは日本のイメージとしてはあるかもしれないものの、まさにその殺戮の直前のシーンというようなその意味で撮ってしまうとですね、
日本人ってやっぱり野蛮だよねとかねいう見方でされちゃうのかなという危惧懸念はありました。みんな牛バックにして写真撮ってましたすごいいいって言って、で私はその気持ちもよく分かって、ですから大公開です。あとですね、その今をときめく猪子さんも当時はわけのわからない風天のお兄ちゃんみたいなのがふらっと現れて、それで何言ってか分かんないような話をされてですね、大丈夫かこいつって思ってたんですけども、画像を見た瞬間に私はもう度肝が抜かれたっていうか、いやこれだと。でミラノで見させていただいた後に、ジェトロで、上海で映像のイベントがあって、で猪木さんにお願いをして出てくれと。それからバンコクでもゲームの展示会がある、そのキービジュアルで使いたいから出てくれって言って、快諾していただいたんですけども、という意味では多分そのミラノのイベントって猪子さんの海外デビューだったんじゃないかと思うんですけどもね。チームラボさんにおいてはもう圧倒的なコンテンツ力があるので、何をしてもしなくても今の道は歩まれたのかもしれませんけれども、ただある意味きっかけっていうのは必ず必要だとは思います。それから同じようなことが本来ならばコンテンツ力があるにもかかわらず外に出ていけてないような人たちというのはきっといるでしょうから、そういう人のためのプラットフォームを作るっていうのは絶対に重要だと思いますよね。チームラボも随分伝統的なね、それこそハネクラニアにしてもそうですけども、モチーフは取り入れながらも決して和だけっていう感じではないですよね。見せ方がその海外の人が見るとすごく和を感じるのかもしれないですけども、日本人が見る限りにおいて和だけでどっぷりいってるっていう感じではないっていうところがこれだけ世界に広がる要因なのかなっていう感じがしますよね。今となっては日本の例えばアニメーションを中心とした、いわゆるサブカルチャーがすごくブームになっていて、例えば音楽も我々プロモーションやってたんですけども、当時はとにかくその、場所を抑える、あるいはその、プロデューサーとコンタクトするっていうのは難しくて、一生懸命ちっちゃいところからスタートしてみたいなことをやってたんですけれども、とにかくそういうそのサポートが最初は必要だっていうね、バーベキューの火を起こす時にもいきなりボッと火はつかないですよね。だから一生懸命その種火を作るために、着火剤つけるとかなんとかっていうようなことがある意味政府の役割の一部だと思いますので、今それが必要かっていうとよく分かりませんけれども、当時は確実に必要だったと思いますし、それが今仮に一部成功してるんだとすれば礎になったんじゃないかというふうに自覚したいですね。今はね、言わずもがなインバウンドで来てる人の目的、実は一番は食だったりするわけで、食と自然と歴史っていう多分そういう順番か、あるいはひょっとしたら、歴史が先に来るのかもしれませんけども、いずれにしてもみんな食というところがフォーカスされてるわけで、昔から日本の食ってやっぱものすごく競争力あると思っていましたし、大正時代に、皇帝料理人を持ってるというのは日本と韓国だけだったんですよね。で韓国も確かに韓国料理というのは美味しいですけれども、韓国に対しては申し訳ないんですけども、やっぱり日本の皇帝で出すフルコースって抜群なわけだってわけですよ。でそれが外交団の中にもあるいは関係者の中にも口コミで広がりますから、私が自分が開くレセプションじゃないレセプションに行ってもですね、絶対人が私の周りに集まってくるわけですよね。でいつ呼んでくれるのみたいな感じで、あるいは「こないだのうまかったよな」とかって言ってくれるとですね、絶対に私は話す相手を探す必要がない状況に常に置かれるっていうのは、日本食のその外交力ってすごいよなと思ってましたけれども、要はだから皆さんほぼ間違いなく美味しいと思うものであるがゆえに、その日本食を提供するとその場がものすごく盛り上がる、それから魅力があるものになるってこれ明らかですよね。よく言われるものづくり、クラフトマンシップっ
って英語では言ってますけれども、そこはやっぱ圧倒的な厚みがありますし、一番強いところだと思います。ただ残念ながらそれがうまく金融的に言うとマネタイズされてないというか、お金になってない部分があまりにも大きくて、それから企業として捉えた時に本来もっと高く売れる、もっといろんな人に売れる、もっと大きくできる市場、ポテンシャルな市場があるにもかかわらず行ってないというのは、すごく日本全体で言えることじゃないかと思いますよね。要は日本の、ゼネコンさんが作るものってすごく高品質でデザインも巧みだし、ただ高いんですよ。だからその価値が分かる人であれば高い金払ってそれで日本に頼みましょうっていうことになるんですけども、なかなか世の中そこまでいかないっていうか、よく言ってたのは、その日本人っていや日本の作るものは品質がいいから高くても売れると思いがちなんですけども、その接続詞が往々にして違うんですよ、世の中は。日本人が作る日本の製品は品質がいいけれども高いから売れないというね。それ全部が全部そうだとは言いませんけれども、世の中にあふれるものって一般的にはそうなんで、だから価格競争力で勝負するとすれば、今途上国にはなかなか勝てなくなってるっていう意味では、じゃあどこに価値を出していくのかで、どうその価値を認めさせるのか、そこでお金が跳ね返ってくるという、そういう仕掛けをどう作るのかっていうところが一番チャレンジだと思いますよね。日本のエンジニアはいわゆるスペックダウンって言って、あえてマーケットに合わせて仕様を落とすっていうのはすごく嫌がる、苦手なんですよね。インドが最初にいろんな分野で苦戦をしたのはまさにそこですよね。手上げれなかった、あるいは日本と同じようなものを持っていっちゃったというところで、そこはね韓国の方が割り切れてるんですよ。逆にそのスペックダウンできないんであれば、じゃあどう高いものを理解させるマーケティングをするかっていうことだと思いますけどもね。その一つではないいろんな要素があって、ひょっとしたら PR プロモーションだけでそれがブレイクスルーできるかもしれないんですよね。妙にブランド価値だけ上げるって、例えばイタリアなんかすごい得意じゃないですか。そういうところが日本ができればもっと可能性あるのかもしれないですよね。よく言ったのは、とにかくマーケット、スーパー、デパート、市場を見て回る、あるいは一番いいのは家庭の中を見て回るというのが一番よくて、要はその国の人はどういうものを売られていて、どういうものを買ってて、どういう生活してるという、それが結局は物を売るためのいろはのいいですよね。ジェトロってかつて立派なことにそういうところに焦点を当てて、媒体を通じて、いやこの人の生活こんな感じですとか、年収いくらで家族関係が、家族構成がこうでああで、こういうもの買ってこういう暮らしやってますっていうのをいろいろ紹介してたんですよね。とにかく行ってみることというのが一番のマーケティングいろはの意だと思いますよね。